最新のテクノロジーを持って何ができるのか、何をなすべきかっていう課題が、私たちの中に強く残っています。エクスペリアでは製品、サービス、体験のアクセシビリティを高めるための活動を進めています。開発から情報発信に至るまでさまざまなメンバーの取り組みをご紹介いたします。エクスペリアアクセシビリティへの取り組み。障害者を深く理解するためにシニアオーディオエンジニア木村良平。アクセシビリティに貢献する開発を行うにあたって、障害者のペインやニーズを正しく理解する必要があります。これまでソニー太陽さん協力のもとユーザーインタビューを重ねてきましたが、言語化できない潜在的なニーズをより理解するために今回行動観察を行っています。障害者に寄り添って一緒に街を歩くことで新しい共感や多くの気づきを得ることができています。この活動を継続的にやることで開発につなげていきたいと考えています。大分県日出町にあるソニー太陽株式会社。さまざまな障害のある社員が必要な配慮のもと個性や能力を生かし各部門で活躍しており、ソニーの製品開発にも協力しています。エクスペリアチームとソニー太陽株式会社との協力関係について、ソニー太陽株式会社上田裕二。私たちソニー太陽はこれまでも、障害を持ったメンバーにも障害を感じさせない、そういうものづくりを目指してきたところがあります。一人一人の障害者の持っているメッセージそのものが周りから期待されているメッセージだったっていうことにも気づかされましたので、今後そういうところを、どんどん発信しながら貢献していきたいと思っております。気づきと共感の大切さ。HCD& アクセシビリティセクションマネージャー三浦勝則。ソニー太陽さんをはじめとして、これまでたくさんの障害者の方にインタビューさせていただきました。普段の生活の様子とか、不便な点とか、ご自身がどういった工夫をされているかとかいうこともいろいろ教えていただきました。今回の行動観察では事前に知ることができないようなことをたくさん知ることができました。例えば今回も視覚障害者の方でしたけども、お店の中に入っていくとその目的の商品を探すのに、とても大変で、視覚以外の感覚をフルに活用されているっていうのは確認できました。指先で商品の棚を少しずつ触りながら、ここはどういう商品の棚だというのを感じているとか、おそらくその匂いとか冷気とかそういったものも感じながら探しているというのを確認することができました。思いを寄せるっていうことが共感につながっていって、今後の私たちのその設計業務に対して、少しずつ影響していく。でそれが行動観察をやった一番の収穫だと感じています。インクルーシブデザインと事例、カメラエンジニア五味恵里奈。2年ほど前からアクセシビリティ改善活動に参画し、インクルーシブデザイン手法で開発上流からユーザーの方に参加していただき、商品に反映しています。事例についてご紹介します。1つ目は水準器の傾きに合わせて音を鳴らす改善で、水平と水平から外れた時に音が鳴るようになっています。実際に視覚障害者の方に使っていただいたところ、写真をまっすぐ撮影していただくことができました。次はボタンのデザインで設定の状態を通知する見た目の改善です。こちらが色反転するように改善され、設定が変わったということがより伝わりやすくなりました。このようにインクルーシブデザイン手法で今まで見つからなかった気づきを得て、どなたでも喜んでいただけるような商品を目指しています。ユーザーインターフェースの改善、UI デザイナー松本翔太。エクスペリアを多くの方に不便なく使っていただくためのユーザーインターフェースを設計しています。アクセシビリティ向上のために障害者の方のインタビューから得られたいろいろな声だったりニーズを設計に生かしていきたいと考えています。アクセシビリティの情報発信、マーケティングプロデューサー佐藤春奈。
エクスペリアとして行っているアクセシビリティへの取り組みでしたり、機能の情報発信をしております。で、情報へのアクセスのしやすさ、量だったり伝わりやすさっていうのを改善する活動を行っております。例えば従来文字で説明してきた情報を動画にしたりしてアクセシビリティの改善活動を行いました。今後もそういった改善と情報を分かりやすく対外的に伝えるといった活動を続けていきたいと思っております。専門団体との連携に向けて品質保証エンジニア藤原哲也、ソニータイヤ様とさせていただいているこのような有意義な活動を今後社内外の会社様だったり団体様と行いたいと考えております。非常に大きなアクセシビリティに関する国際会議もございますので、そちらにエクスペリアも出展させていただいて活動自体の質を高めていきたいですし、それを継続することによってエンゲージメントを強くしていきたいと考えております。インクルーシブな未来に向けて部門長片岡幸男、ソニーグループとしてのアクセシビリティのその目標っていうのは全ての人に感動を分かち合えるような、そういった将来未来を作っていきましょうというそういう目標があるので、そこに我々エクスペリアというそのハードウェアをまたはソフトウェアを使ってどうやってその社会貢献ができていくか、より良いものづくりをしながらアクセシビリティに貢献できるかっていうところをしっかり目指していきたいっていうふうに思ってますね。誰もが感動を分かち合える未来をイノベーションの力で。